酔いどれシネマジャック杉浦でございます。今回はね、あの映画ですよ。この映画、新ウルトラマンについてくっちゃべってみたいと思います。はい、ですね、見に行ってきました。初日に行きました。前ね、この、庵野さん案件としては、ね、新エヴァンゲリオン、新ゴジラ、共にね、見ましたけども、最もね、今回の題材となる、ウルトラマン、私にとっては、身近なね、キャラクターであり、コンテンツであるのかなというふうに思います。これね、初代ウルトラマンが、ベースに当然なっているわけなんですけどもね、それは皆さんご存知かと思いますが、初代ウルトラマンがですね、テレビ放映された、テレビ放映スタートしたのが、1966年だったかと思います。私はね、1968年生まれなので、リアルタイムには、そのテレビシリーズを見ているわけではないんですね。そういう意味では僕はね、帰ってきたウルトラマン世代なんですよ。團次郎さん。もう團次郎さんって役者さん自体が、ちょっと地球人離れしてるっぽい、不思議感もある、方でしたけどもね。團次郎さんが演じるね、團次郎さんが演じてるって言い方おかしいけれども、團次郎さんが演じているキャラクターが、変身する、新ウルトラマンって当時はね、今回の新ウルトラマンとは意味合いが全然違いますけどもね、新ウルトラマンとか新マンなんて呼ばれてましたけども、帰ってきたウルトラマンっていうのが、私のリアルタイムの、ウルトラマンとの出会いなわけですね。ただ、月金だよね。平日の夕方ね、4時とか5時ぐらいから結構ね、何度も再放送をしてたんですよね。その初代ウルトラマンも、それから、ウルトラセブンなんかね、私特に大好きだったりするんですけども、初代ウルトラマンもそういった形で再放送で結構、小さい頃から見てましてですね。で、僕はね、はっきり言って、そのリアルタイムに見た、帰ってきたウルトラマンよりも、初代ウルトラマンのがね、好きでした。それはね、私5つ上の、兄貴がいるんですけども、兄貴がちょうど、ね、1963年生まれだから、かなりリアルタイムで、その、初代ウルトラマンっていうものを見た。どちらかというと、ウルトラセブンの方が、あ世代には近いかもしれませんけど、多分、初代ウルトラマンも、後半部分なんかは見てたんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。だから、物心ついた頃から、その初代ウルトラマンとかウルトラセブンの時代をベースにした怪獣図鑑とかですね。そういうなんかこう図鑑入りのムックみたいなものが、家にあったんですよね。で、そこにはやっぱりウルトラ Q 時代からの、怪獣であるカネゴンとか、ピグモンとか、ピグモンのベースになったガラモンですとかね。ああいったものの、写真というかね、その本が、家にあったもんですからね。そういったことも含めて、初代ウルトラマンに対しての愛着ってのは非常にありました。で、実際、テレビで再放送を見た時に思ったのは、結構、子供心で見るにですね、帰ってきたウルトラマンと、風情が異なることに、逆にですね、新鮮味を感じた。はい。なんかそんな感じがしましたね。家督隊、当時のね、テレビシリーズでは、科学特捜隊の略だったんですかね。はい。家督隊の制服なんかも、ブレザーでの清掃と、現場に出動するときの、オレンジ色の戦闘服みたいな、2バリエーションあって、で、なんかそれもなんかね、子供心に新鮮だったし、何よりもね、シンプルなウルトラマンのデザイン。それとね、帰ってきたウルトラマンとかは、割とね、なんて言うんだろう。非常に健康的なね、いかにも子供向けの、ヒーロー。
っていう感じだったんですよね。なんか明るいというか、健康的というか、もう影がないというかですね。まあ、番組の作り自体も、まあ、それまでの反省があったかどうかはわからないんですけど、非常にその健康的な、なんか構成だったように思うんですね。それに比べて、ウルトラセブン以前、まあ、初代ウルトラマンも含めて、まあ、僕、ウルトラ Q はあんまり見てないんですけど、さすがに。なんかね、どっかこう、影のある、なんかこう、少し、病んだというのかな。まあ、子供の頃に病んだなんていうキーワードは持ち合わせていないんですけども、なんかね、そこはかとない得体の知れなさっていうのかな。そういったものがね、そのヒーロー自身にも、こう、覆いかぶさってる感じが良かったんですよね。これはね、新エヴァンゲリオンの僕レビューの時にも言ったかと思うんですよ。あの時にもね、ウルトラマンの話題をちょっと僕触れさせていただいたので、結局、庵野さんの作品っていうものもね、まあ少なからず初代ウルトラマンの、まあ影響を受けてるんじゃないのかなっていうくだりで僕多分喋ったんじゃないかなと思うんですけど、初代ウルトラマンってね、こう、怪獣を、目の前にした時の構えがね、もう、こう猫背なんですよ。こう猫背なわけ。一方ね、帰ってきたウルトラマンってね、どっちかっていうとですよ。はっきりとは覚えてないけど、僕の印象としてはね、こんな感じよ。こんな感じ。まあ、変身するときはね、初代ウルトラマンもそうなんだけど、怪獣と目の前にした時のウルトラマンってこんな感じだったと思うんだけど、初代ウルトラマンはね、こうよ。なんかこう、アマチュアレスリングとプロレスの違いみたいなね。で、中腰でこうやって、と構えて、こう、戦うその姿勢自体が、なんか僕にはね、ちょっと影があって、なんか、帰ってきたウルトラマンとはまたちょっと違うね、なんか癖みたいなものが、なんか当時のね、僕の少年心を掴んで離さなかったっていうね、そんな思い出があるんですよね。はい。で、まあ、そんな思い出話はさておき、まあ今回その新ウルトラマンをね、まあ劇場鑑賞するにあたって、僕一応初日に見に行ったんですけども、ちょっとね、その一映画ファンとして、なんて言うんでしょう。一末のね、不安感みたいなものはあったんですよ。で、それ何かっていうと、なんていうかね、シン・ゴジラとの対比で考えた僕の想像の中で少し不安が生まれたんですね。で、それ何かっていうとね、ゴジラって、まあ少なくとも初代ゴジラっていうのは、当時白黒で制作された、確かね、1955年制作ぐらいだと思いますよ。もう戦後10年ぐらいしか経っていない、まあ時代って言いますか、状況の中で、確か映画、初代ウルトラマンじゃない、初代ゴジラっていうのはね、制作されたと思うんですけど、そもそも初代のゴジラって、その作品自体がね、結局のところ大人向けの映画だったような風に思うんですね。まあ当時の宣伝とかは知らないですよ。もしかしたら子供向けの、まあ、コンテンツということで位置づけでね、まあ宣伝をされた作品かもしれませんが、僕が初代ゴジラを見た、まあ印象としては大人向けでした。非常にね、当時のやっぱりなんて言うんだろうな、登場人物のその、なんて、悲痛なね、苦悩みたいなものが、こう、浮き彫りになるようなね。で、それはもしかしたら、その第二次世界大戦中の、まあ、戦地下におけるね、市民の苦しみみたいなものも、半ば投影したような感じで、僕らからしたらね、僕ら世代の人間からしたら、ある意味、えぐい映画でもあったんですね。で、怖い映画でもありました。ゴジラの形相は怖くはなかったけども、立て付け、物語の立て付けと、なんて言うんだろうな、ゴジラにやられた、まあ、白黒映像でのですね、焼け野原みたいなものが、なんか原爆資料館にあるような映像とこうオーバーラップしてね、僕にとっては、これ大人になってから見たんですよ、僕、初代ゴジラは。だけど、なんかかなりの恐怖を感じた風に思いました。だから、シン・ゴジラもおそらく初代ゴジラを、まあ、モチーフと言いましょうかね、題材にして再映画化されたもんだというふうには思っていたので、いいわけですよ。そもそも大人向けだから、当時は高等無形だったものを、まあ、それらしく現代風にアレンジをしても、
なんかね、受け入れられるっていうような思いが見る前からあったんですよ。おそらく大人向けの作品としてシン・ゴジラっていうのは制作されてるだろうなっていうのは、まあ予告編とかポスターアートを見ればね、まあ容易に想像がつくんですけどもね。で、その中で、まあ繰り返しになるけどもね、取ってつけたような、まあなんて言うんでしょう、現代風の、こう、改変というものがなされて、で、かつてのその、なんか、設定に対して言い訳がましい何か理屈付けが仮にあったとしても、まあ、破綻はしないだろうなっていうふうには思っていたんですよ。で、まあ、思った通りというわけではないけれども、まあ、鑑賞した、シン・ゴジラっていうのは非常に、恐ろしく、リアリティのあるね、ヒューマン、群像劇として、やっぱりその、当時のですよ、当時のっていうか、その現代の、まあ世相だとかね、あるいはその、なんて言うんでしょうね、東日本大震災でのね、まあ被害っていうものを、まあなんて言うんだろうな、少し彷彿とさせるようなね、現代なりの日本人のトラウマっていうものを、こう、フォーカスするようなね、ある意味エグい作りそのものもですね、まあサスペンス映画として、十分見応えのある仕上がりになってるんじゃないのかなっていうふうには思ったんですよ。で、まあ今日はゴジラの話をするためにここに座って話をしてるわけじゃないんですけども、本題のウルトラマンですよ。ところがですね、ウルトラマンっていうものは、まあ初代ウルトラマンはさっきもくどくど言ったように、まあ子供の当時の自分にとってはダークな面はありつつも、やはりそこはね、そもそもが、まあ子供向けのその SF 作品、しかもヒーローものなわけじゃないですか。そこにはやっぱり子供向けコンテンツとしての高等無形さ、プラス当時のね、1966年当時のですね、まだ科学技術が今ほど発達してはいない中での創造物語としての高等無形さが掛け合わさった部分がある中で、これが、まあ、シン・ゴジラ風に、もっともらしい理屈をつけて、大人びた感じで仕上げられてもな、みたいな。ちょっとそれはそれで、なんかこう、興ざめしちゃうよね、みたいなものが、僕の不安感の中にあったんですね。はい。まあそんなね、もやもやというわけじゃないんですけど、私が一人で考えてることに過ぎないから、まあそうじゃなきゃいいんだけどなと思って、劇場に足を運んでみました。で、その私の一抹の不安は、もうオープニングのね、1分で、消し飛びましたね。やっぱりなんて言うんでしょう、非常にね、ケレン味たっぷりのオープニングと言おうか、もう花から、もう子供向けコンテンツだぜみたいな、体裁でこう、まあ、少なくとも僕にはですよ、コミカルなタッチに見えたんですよね。コミカルでケレン味たっぷりの、ある意味過剰演出っていうもの、その違和感を一つの売りにしたような、まあコミック調の、なんかオープニングだったんじゃないのかなっていうふうに思いました。で、それはオープニングのね、ウルトラ Q、うにょ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 っていった混沌とした文字が、こう次第にこう、わーっと固まっていって、ウルトラ Q の文字が出るかと思いきや、新ウルトラマンと出てそれがバカーンとなって、新ウルトラマン、バカーンとなって、新ウルトラマンっていうね、タイトルバックが出てくるっていう、なんか人を食ったような展開。これオリジナルは、うにょうにょってなって出てくる文字がウルトラ Q なんですよ。ね、ウルトラ Q なんだけども、まあ、新ユニバースっていうんですか、この新なんちゃらシリーズの中にはウルトラ Q ないもんだから、前作と言おうかね。まあ、エヴァンゲリオンにはさすがにやるなんで、同じつぶらやプロの、シン・ゴジラっていうものを出しておいて、バカーンで、シン・ウルトラマンって出てくるタイトルバックの出方もそうですし、それからね、そのなんか怪獣もいきなり出てくるわけじゃないですか。で、なんで怪獣がこう出てきたんだろうって、なんか難しいことを説明せずにいきなり怪獣がバカンと出て、それがなんかね、ちょっと受け止め方が間違ってるかもしれないけど、アメリカの映画で昔、スターシップトゥルーパーズってあったじゃないですか。ポール・バーホーベン監督の、あれもちょっとえぐみと、ね、コミック調のノリをこう、混ぜ合わせたような不思議なタッチの、まあ、SF 映画でしたけどもね、なんかスターシップトゥルーパーズを思わせるようなね、ケレン味たっぷりの、
コミック調、繰り返しになるけどコミック調のね、プロローグっていうものに、まあ私は打ちのめされてですね、やったぜと、これはもう子供映画だっていうことを、もう前面に打ち出して、行ったれっていう感じで始まってくれたんで、これはちょっといけるぞという形でノリノリの体制で、その後の展開をね、見ていったっていう形になりました。はい。で、まあそうですね、全体の構成としては、まあそうですね、前作はねっていうかそのシン・ゴジラ、もうちょっとシン・ゴジラの対比で、ちょっと話させていただこうと思うんですけども、シン・ゴジラの方はね、その旧作、はい、初代ゴジラの映画作品の骨格そのものは踏襲してるけども、あんまりその物語のディティールとかは、真似っこしてるわけではなくてね、まあ全く新しいストーリーラインに、まあ仕上げていたと。ただし、まあ骨格が、まあ旧作品をね、まあオマージュしたような流れになってたんじゃないのかなっていうふうに私は解釈をしていますけども、今回はですね、なんていうんだろうね、骨格どころか、その物語の全体がですね、まあ、いわば初代ウルトラマン由来の、まあ、ストーリーラインで、まあ、構成されてる映画になってるんですよね。で、そこの振り切り方もね、私はなかなか、面白いんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。はい。これはオープニングの、そのコミック調の始まり方、っていうところとね、まあ地続きになっていて、非常に調和の取れた作品になってるだろうなっていうふうに、もう序盤で思わせてくれてですね、この新ウルトラマンの紡ぎ出す物語世界に、スーッと入っていけたような気がしました。で、僕はね、その旧作の初代ウルトラマンのテレビシリーズ、まあ、再放送で子供の頃には何度も見ましたけどもね、まあ、大人になってから特に見返しはしていないので、まあ、細かいところは覚えているわけじゃないんですけども、まあ、大体見ていて、まあでもストーリーラインの細かいところに至るまで、割と踏襲してる流れかなっていうふうには感じながら、見ていたんですよね。で、冒頭のそのプロローグで登場する怪獣も、あ、これウルトラ Q だなっていうのはなんとなくわかりましたし、本編と言いましょうか、新ウルトラマンの、まあ、プロローグ後のね、タイトルバック後に出てくる怪獣たちも、まあ、ね、初代ウルトラマンのテレビシリーズで登場した怪獣だなって、ちょっとね、デザインは洗練されていたりだとか、そういったことはあったんですけどもね、おなじみの怪獣が暴れ回ってるっていう、なんかこう、楽しさ、みたいなものがありました。そして、ウルトラマンですよ。ウルトラマンもやっぱりね、さすが庵野さんが企画しただけはあってね。まあ、監督はね、樋口さんなんですけども、特に今回はね、シン・ゴジラと違って、あまり庵野さんは、あまりっていうかほとんどかな、現場には立ってらっしゃらないような感じでしたけども、まあ何かと、その、庵野さん集がするようなね、まあ、エヴァンゲリオンと初代ウルトラマンのね、このビジュアル的なつながりっていったものを、しっかりとこう醸し出しているようなね、本当に初代ウルトラマンらしい、どこか怪しげなね、得体の知れない異星人。まあ、エイリアンとして、こう、造形がね、こう、描かれているっていうところは、素敵でしたね。はい。これはもともと、成田徹さんっていう方でしたっけ？この方が、初代ウルトラマンと言いましょうか。ウルトラマンシリーズ全部なのかな。まあ、そのヒーローから怪獣のデザインの基本をね、デザインされた方だっていうふうに私は、認識をしていますけどもね。成田徹さんがイメージした、かなりオリジナルに近い、初代ウルトラマン像っていうものをね、そこに、やっぱり、表出させたっていう形になってるのかなっていうふうには思いました。まずね、その得体の知れなさっていうのは、やっぱりこう、細身のね、あれはなんか初代ウルトラマンの着ぐるみに入っていた、俳優さん、お名前はちょっとド忘れしちゃいましたけども、あの方は後にウルトラセブンでね、ウルトラ、警備隊の隊員として顔出ししてですね、役者さんも務められていらっしゃいましたけども、結構痩せた方だったので、あの方の体型をね、踏襲した部分はあるとは思うんですけども、ちょっとね、妙に細身がね、本当になんかこう、宇宙人感のあるというか、ああいうその造形っていうのは見事だったなっていうふうに思います。それと、初代ウルトラマンっていうのはね、顔がね、ちょっとこう、独特なんですよ。
なんて言うんでしょうね、肉質感があるっていうかね、帰ってきたウルトラマン以降って言いましょうかね、厳密に言うと、初代ウルトラマンのシリーズの中でも、後半以降はね、顔がちょっと変わっていくんですよ。なんかこう、銀色した金属でできた卵みたいなね、つるんとしたような、面影というか、顔の作りに、変化していっちゃうんだけども、最初のね、初代ウルトラマンっていうのはね、どこかこう、このほっぺたのあたりがね、こう、肉質感っていうかね、柔らかい感っていうのか、アバターまでは言わないけど、なんかつるんとしてないんですよ。なんかこの辺の、このほっぺたからこの口元の造形がね、妙に生々しいんですよね。それも、当時その帰ってきたウルトラマンに見慣れていた少年時代の僕が、初代ウルトラマンっていうものを再放送で見た時の違和感であり、魅力でもあったんですけど、テレビシリーズほどの肉質感はなかったけど、若干ね、その、従来のというか、皆さんおなじみのね、代表的なウルトラマン像として描かれる、金属的な、その、顔というよりももう少しこう、肉質感のあるような、いでたちに、ちょっとごめんなさい、噛みまくって、いでたちになっていましたね。で、それも非常に魅力的でした。それと、登場シーン。光の玉がね、バーンとこうなんかこう、ふわーって急に飛来してきて、追突して、で、こう、もわっとこう起き上がって現れるあの感じも、なんか非常に、なんて言うんでしょう、異星人感というか、怪物感みたいなものがあったし、ちょっとその言い方が大げさかもしれませんけど、ターミネーター。ターミネーターが、タイムスリップして、その現世にね、今の時代に現れた時の、こう、しゃがんだ形で登場して、すっぱだかではあるけどね、当時でこう、むくっと立ち上がるシュワちゃんの感じ。シュワちゃんみたいにごついわけじゃないから、シュワちゃんを思い浮かべたっていうとちょっと大げさなんですけど、もうなんかいかにもターミネーターみたいなこう、ムワッと感みたいなものが、登場シーンから垣間見れて、私はね、ゾクゾクっとしちゃいましたね。つまりいぜたちを見たら、地球人はね、いきなり僕たちを助けに来てくれたヒーローだなっていうふうには、たちまちは思えないよね。なんだあれはみたいなね。また怪物が現れたかみたいな、そういうこの見方をするであろうっていうね、シチュエーションが非常にその、映像作品としてですね、表現をされていて、素敵だったなっていうふうに、私はね、思いました。それから、これはなぜかっていうのはね、いいか悪いかっていうのは私ではまだ切り分けられないけど、シュワッチっていうのもね、なかったなっていうのはね、一つは、ありましたね。あれはなんでですかね。僕的にはシュワッチって言ってくれても、別に全然構わないっていうふうにね、思ってはいたんですけども、そういうその設定はなかったですよね。ちょっと僕はね、個人的にはね、そこは、非常に細かすぎる話かもしれませんけど、寂しかったかな。やっぱりウルトラマンって言えば、シュワッチだし、どうせその、もう子供映画だぜイエーイとかいう感じで、もう、イエーイで始まってる映画だったんで、シュワッチって言ってくれても全然構わなかったけど、やっぱ安野さん的にはそこは、なんか、除外したかったでしょうね。なんかあれはね、なんか、なんて言うんだろう。ねあちょーって言わないブルース・リーみたいな。ねあちょーって言わないブルース・リーってちょっと話脱線するんですけど、ドラゴン危機一髪っていうね。映画ではブルース・リーは一言もあちょーって言わなかったりするんですけども、そういうなんか、ドラゴン危機一髪を見てた時のような寂しさが、個人的にはありましたね。はい。非常に細かな話ですけどもね。それと、ウルトラマンのね、造形で言うと、カラータイマーもなかったですね。これは賛否両論分かれてるのかな。なんかネット見ると割と肯定的な受け止め方をされていて、で、その根拠は、さっきも言ったような、その、成田徹さんでしたっけ、そもそもの、そのウルトラシリーズの、キャラクターデザインをされた方の、ウルトラマン像っていうのが、そもそもカラータイマーっていうのはなかった
らしいんですよね。なんか私もね、いろいろね、調べてみたんですよ。ほんまかいなっていうのでね。ほんまかいなっていうので調べてみたんですけど、まあね、こんな感じですよね。これちょっと、成田徹さんのウェブサイトかな、つぶらやプロか忘れちゃいましたけども、これね、新ウルトラマンの公式ホームページにも出てる映像なんですけどね。これ1983年に描かれた、まあ、絵なので、まあ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 、後付けじゃねえのって僕なんか性格が悪いから、最初はね、疑り深く思ってたんですけども、いろいろ調べましたらね、この青森県立美術館像って書いてありますけど、この1966年に描いたとされる、これも成田徹さんの絵らしいんですけどね、このウルトラマンにも間違いなくカラータイマーはついてないぞということで、あ、そうかと。そうかと。カラータイマーなかったんだということで、まあこれはね、まあ、敬意を表して受け入れざるを得ないかなと思ったんですけど、個人的にはね、カラータイマーあった方が、やっぱりね、ウルトラマンは地球上ではね、消耗が早いんだというね、いわば、物語に一つのそのスリラー感を味わわせるね、スリリングさを醸し出すギミックとしては僕はね、カラータイマーってよくできてるなと思ってたんで、まあその代わりの仕組みもあるんですよ。これちょっとネタバレですかね。今回ちょっと言い忘れてましたけど、僕の今回の、考察は完全ネタバレ考察になりますので、まあ、かいつまんでストーリーを紐解くつもりはありませんけども、僕の言葉の中に、まあなんか決定的なネタバレを含んでしまっている可能性はあるので、そこはね、自己責任でということで見ていただきたいと思いますが、ねえ、なんか、そうだな、緊迫感を表現するのにね、要は、赤色、まあ、銀色の体に赤色のこう模様がね、まあ、ついてるっていうのが、まあ、ウルトラマンの、ね、なんていうの、姿っていうか、まあ、キャラクターデザインなんですけども、赤い部分がね、青に変わり緑に変わるのかな、逆かな、緑に変わり青に変わるのかな。まあ、とにかく赤から寒色系の色に変化していくっていうのが、まあ、そろそろエネルギー切れかけとるぞという、まあ、表現だったというのは、まあ、十分理解したんですけどね。やっぱりね、ピッコン、ピッコン、ピッコンってね、やっぱ音がしてね、点滅するっていうのがね、やっぱ人間直感的に、アラートが鳴っとるぞみたいな、感じに直結するので、まあ、心理的にはね、カラータイマーの方が、なんかスリリング感をね、演出するには良かったんじゃないのかなという、個人的には、思っていますが、まあまあ、オリジナルのね、成田さんのデザインっていうものに敬意を表して、まあ、受け入れることは受け入れるんですけど、超個人的な感想としては、まあ、そんなこともね、考えましたということなんでしょうね。